仕事してない人多いですね。現状維持が下手したら衰退ですし、そういったちゃんと両面持ってバランスの中でやるっていうのが、優秀なマネージャーみたいなと思います。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、プレイングマネージャーは悪なのかというちょっと問いかけのテーマなんですが、これどういったことでしょうか？そうですね、よくプレイングマネージャーいいのか悪いのか問題みたいなですね、議論されることがあって、そういった質問があったので、それについて話すということなんですけど、結論そのプレイングマネージャー悪か成果みたいな話、どっちでもないというか、やっぱりフェーズによったりとか、それこそマネジメントする人数とか、そもそもどっちが悪いいいはないと思うので、僕もどっちかっていうとプレイングマネージャー気質なんですよね。あ、そうなんですね。なんでね、仕事を任せるのが正解でみたいな、自分で手を動かすプレイングマネージャーは悪、効率が悪い、みたいに言う人いますけど、そうではないかなと。時には人に任せることも必要ですし、時には率先垂範してやることも必要ですし、100ゼロではなくてですね、その時によってグラデーションというか、そういうのが本当にしっかり考えていけばいいんだろうと思いますね。改めてそのマネージャーは現場に入るなとかですね、任せることが正義だとか、プレイングマネージャーは非効率だとか、そういう声ありますけど、これは本当に一面的な見方ですと。僕が思うに本当に大切なのは、どんな意図でいわゆるそのプレイングしているか、みたいな話かなと。なるほど。改めてそのプレイングマネージャーとはということですけど、現場で自らも業務を担いつつ、チームマネジメントも行う管理職のことですよね。特に人数が少ないチームとか、スピード重視の現場では、割と多いし、現状はなかなか管理職足りない会社も多いので、必然的にこのプレイングマネージャーっていうのが、多くなってるのかなと思います。僕が思うにですね、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、マネージャーは結構仕事してない人多いですよね。要は、プレイヤーと管理職って実務をすることとマネジメントすることって全然仕事の内容が違うわけですよ。で、そのプレイヤーと管理職の違いを理解しないでとか、頭では理解したとしてもやっぱ実践してみないと分からないことたくさんある。自分は本当に意味で理解できないことあるので、間違えちゃう人が多いんだと思うんですよ。僕の経験上、あるある話でいくと、本当に管理職になってプレイングをしない人が増えるんですよ。で、そういう人たちでいる意味ありますこの人みたいな人が結構多くなると思うんですね。よく上司が働かねえとか、あの人何やってるのみたいな、結構リアルに本当にそうだよってことを上から見せてもらうんですよね。で、そういうのをどう考えればっていう時に、はっきり言って経営陣とかから考えると、このマネージャー生産性あるみたいな。マネジメントだけしてるって言うけど、本当に何やってんのと。成果も見えづらいわけですよ。仮に自分が管轄してるチームがすごい成果を上げたって言っても、ちゃんと成果に関して定量的に説明できないと何とも言えないわけですよね。もしかしたら別にそのマネージャーじゃなくても成果上がっちゃったんじゃないの説も結構あったりとか、特にそう皆さん多分メンバーサイドから見て管理職点々点みたいな話よくあるんですけど、意外とですね、上から見てても点々点があるんですよ。で、やっぱりじゃあお前何やってんだってなって、もうちょっとじゃあここちゃんとやれよというふうにプレイを押し込んでいったりとかすると、今度プレイに走っちゃってとか、そういうことでやっぱ結果出せないとか、で、やっぱ結果出せないと、なんで結果出せないんだって、いや、結構自分も現場出ちゃってみたいな、いや、現場出るなみたいなね、そのくだらないやり取りが続くというか、
なるほ実際そういうことが起こってるんじゃないかなと思いますよね。まあよくある感じで2つの極端な誤解としては、例えば1つはマネージャーは自分で動くな、みたいな話とか、動いちゃいけないとか思うことあるかもしれないですけど、なんか実際の問題としてはですね、任せることが目的化しちゃって、現場理解を失って、もう的外れな指示を出すみたいなことがあるんですよ。本質は仕事で自分のチーム、部門で成果を出すことじゃないですか。いつも言ってる通り、マネージャーとしては部下を成長させて最大限の成果を出すことだから、そのためが目的なんだけど、任せなきゃいけないみたいな、任せることをだから目的としてやって、成果を出すために任せなきゃいけない、任せるってことじゃなくなっちゃうんですね。なるほど。で、こう任せるとですね、大体の人はですね、暇になるんです。暇になる。時間的には。でも手出しちゃいけないと思って、それがどんどん進んでいくと、やっぱ現場から離れていくんで、現場の理解っていうのも結構、現場が分かんなくなる実態は。やっぱり昔の感覚、自分が現場やってた感覚とか、断片的な情報で、結果、的外れの指示、みたいになっちゃうことって結構多いですね。一つは、自分がやった方が早いから全部やる。これがあんまり極端になると、育成も仕組み化も進まず、再現性っていう意味ではゼロのチーム、これは最悪ですよね。でも結構このパターンもあるなと思ってますよね。なので本質的にはプレイングの是非ではなくて、僕は意図とバランスだと思っているので、最初においてはプレイングマネージャーが悪とは全く思ってないですし、むしろ少しプレーをしなきゃダメって思ってますね。でじゃあどうやってやるんだっていう話でいくと、2つ種類はあって、意図のあるプレイングマネージャーと意図がないプレイングマネージャーと、意図っていうのは例えば現場を把握するために一定の時間現場に行く、だからプレイする。あとメンバーの信頼を形成するためにちょっと一緒に実務やるとか、あと当然教えるっていう意味で、やらずにああでもないこうでもないって言ってもなかなかやっぱり覚えなかったりするので、スキルを継承するため、育成するためにちゃんとこう現場にも出るとか、モデル提示みたいな、こうやってやるんだよみたいなのを示すみたいな、こういうのはやっぱりその意図があって現場に出てるので、ある意味現場なプレイなんだけど、そうやってチームが良くなるためのものであるから、結果チームにその好影響とか成長促進っていう、状態に持っていければですね、全然いいと、むしろやりなさいと思うんですよね。となきプレイングマネージャーっていうのは、結局その一回現場から離れると時間的に結構暇なんですよ。だからいつも言うのは、プレイヤーの時って飛んでくるボールをどう打ち返すかなんですよ、ひたすら。なんですけど、マネージャーになると、このボールをどう飛ばすかみたいな、ボールを飛ばそうなんですね。そうすると結局めちゃめちゃ自分で考えなきゃいけないんですよ。今までこう与えられた仕事をバンバンやってたものを、やると決まってたことをバンバンやるのを、何の仕事させようかとか、どう仕事しようかとか自分で考えなきゃいけないんで、これ考えられないと結局なんかそのやんなくなっちゃうんですよね。だからそれで暇なんですよ。でそうなってくると、次にもう一回すげえ忙しくなるのが嫌になっちゃうんですよ。だって一回こんな楽な環境になるからって言ったんですけど、ここからまた鬼のように忙しくなるとできないわけですよ。だから、ストリーズがついちゃうって言ったら言い方悪いですけど、ありますよね。あと、部下が仕事できねえから、俺がやるんだよみたいなプレイは、部下にとっては、逆に信頼を損なうというか、信頼関係的にあまり既存する方にしかいかないんで、そういうふうに言ってはいけないし、そう思ってプレイに入ってはいけないし、あとはたまに自分ができることを示したいんだみたいなね、自分の承認欲求的なものを満たすためにプレイしちゃうみたいな。例えば結果良し悪しとしては再現性がなかったり、結局そのマネージャーとして現場に出る方が楽なんだけど、さっきとボールある意味飛んでくるから、要はあることをやればいいから、だから責任回避とかになっちゃうんですね。なんで少しいろいろ喋りましたけど、管理職として大事なのは2つの視点だなということでいくと、現場に出る、僕は結構プレイングマネージャー推進になるんですけど、現場で
信頼を得る前線の感覚、うんまあ、一緒に戦うことでやっぱ部下との距離を縮めたり、そのプレイングがやっぱ言葉よりも伝わる教育になる。なるほなんかこう背中で見ろっていうのはちょっとねっていう人もいますけど、実際結局それが一番育成になるんですよ。だからもちろんそれだけじゃダメだけど、そういう意味で現場で信頼を得るとか、しっかり育成するっていう意味では現場に出るっていうのは一定必要です。2つ目は長期的成果を見せれば仕組み設計力で、僕もそうですけど、現場に入るときはやっぱり手に同じようなことにならないために、もっとだからなんですかね、こう仕組み化が進められるように、現場でやってることを実際やりながら、マニュアル化したり、を考えたり、オペレーションで無駄を削ろうという努力をしたりとか、そういうのを必ずやっぱセットでやらなきゃいけないんですよ。なんでまあ仕組み設計力というかですね、だから自分がやってもいいんだけど、それを何のためかって言ったら、仕組みを作るため、進化させるため、みたいな、ちゃんと頭を持って、プレイしながらそういうのを作っていくと。こういう感じだと思うんですよね。なんで、改めてですけど、結論、プレイングマネージャーは別に悪じゃないよ。悪ではない。で、実務するしないが問題ではないと。動く理由と動いた結果何が起きてるかっていうのが本質的には問われるので、だからもう意図がなく任せるだけは現状時間下手したら衰退ですし、最後にやっぱりその自ら実務するプレイするっていうのはその結果最大の育成の方法でも実際はあるんだよ。確かにそうだと思います。まず管理職になったら管理職者の能力の発揮っていきなり受注できないんで、イメージは自分が抱えてる組織の人数とか経験にもよりますけど、イメージプレイの仕事7割ぐらい。3割以内マネジメントに使いなさい。具体的にこの3割のマネジメントの仕事はこういう仕事がマネジメント、いわゆるマネージャーの仕事ですよみたいな感じでまず始めさせて、で、やっぱり最初管理職になったらメンバーの信頼獲得とか、基盤作りに集中させて、それがやっぱうまく回ってきたらちょっとこの3をですね広げていくというか、そんな感じです。で、それがもっと先に行くとなると、イメージ7割マネジメントの仕事、3割実務やるみたいな。もちろん8、2とか、そういう感じでバランス取りながら、徐々にそのチームの状態においてこうずらしていくというところがいいなと思いますね。それをね、自分の部署のメンバーが100人いますよって言ったときには、ちょっとなかなかこの比率もまた考えなきゃいけないんですけど、でも100人いるからって言って、じゃああなた100人とかいつ面談してるんですかという話になって、それは多分ないと思うので、やっぱこまめにこう考えていくと、多少はプレイした方が絶対いいと思うんですよね。なんで、プレイングマネージャーっていうのは、自らも、前進しながら、チームを牽引する存在みたいな形だと思うので、任せる勇気とか仕組みと、共に戦う覚悟とかですね、そういったちゃんと両面持ってバランス取りながらやるっていうのが、優秀なマネージャーなんじゃないかと思います。具体的な内容ありがとうございました。本日は、プレイングマネージャーとは悪なのか、みたいなテーマで、見解をお話しさせていただきました。もし最後まで見ちゃった方、何か気づき、学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。